はい、どうも始まりました、本日スペシャルゲストギタリスト増崎隆さんです。いや、もうよろしくお願いします。もうまさか増崎さんに出ていただけるなんて。今この感じが普段見てる漫画の感じびっくりしました。それが前イベントの会場で増崎さんに初めてお会いした時に、まさかのいつも見てますって言っていただいて、そう見てる、本当に見てるんだもん。だいたい釣りの YouTube が今西君の見てて、今すごいめっちゃテンション上がりました。今のこれですか。もう今日はもうこのボードちょっともう気になりすぎるんですけれども、今日ギターもアンプを持ってきていただいたようなので、ちょっと順番にお伺いできればと、よろしくお願いします。じゃあちょっと何から聞いていこうかなって感じなんですけども、今日ちょっとボードがメインなので、先にじゃあまずアンプから。これはねリトルウォルターっていう59っていうモデルかな、ずっとそれまではこれと同じ形でいうとデバイデッド13を使ってて、実はそのデバイデッドを買いに行った時も小口君と一緒に行って、なんかね僕ただ見てるだけだったのに後日よくあるやつですよ。一緒に買い物ついてったらなんか自分が欲しくなっちゃうやつ。彼すごいやっぱめちゃめちゃそのアンプのいいところを出して弾いてたんで、黙って聞いてて「どうですかどうですか?」って聞かれて、いやめっちゃいいなと思っててこれちょっと一回エフェクターをほとんどバイパスした状態で弾かせていただいてもいいですか。こういう感じの音です。でハーフトーンも普通にこれ空間系だけかけていいです。これそれがいわゆるディレイリバーブです。おっこういう音です。音早い方ですね。早いですね。オーディオアンプみたいな感じですね。それが気に入って、実は初めてこれを試した時は、それが嫌いだったんです。なんかすごい冷たい感じがしたんです。でも分かります。なんかそのオーディオより要はハイファイで下から上まで綺麗に出しますって言われちゃうと、なんかちょっとなんかね癖がないなってそれでその時はいい音だけどちょっとこう冷ややかで冷たいなって思ってペンディングにして、やっぱり時が経つとあるある、やっぱあれよくねってなんかちょっと覚えてる音がね。自分のプレイスタイルとかいろいろ年齢を重ねて変わっていった部分で、何にも色付けはされてない方がいいなとかと思うようになってから良さが分かった。そうなんですね。例えばこうやってリバーブだけこうやってつけると、もう本当にこうやって絞っただけでこうやってジャズトーンにもなってくるし。でこうやってコンプとこう足していくと本来本質を変えずに足されていくっていうか、僕はね変わらないのが好きなんです。この流れでボードもお伺いしていきたいんですけれども、パッと見ると増崎さんのボードって、スイッチャーのループ数よりもエフェクターの数の方が多いなと思ったんですけれどもどんな感じの接続コンセプトに？基本は全部がずっと直につながってるイメージですね。直列イメージ。そうです。 RS4422 っていうやつはバッファードされてるんですけども、中を切ってもらってバッファーなしです。でまずはギターからコンプに入ってます、僕は。これはもう見た目が可愛くて、かっこいい。しかもなんかその筐体のサイズだとすごい安心感がありますね。サウンド面で安心感あるけど、こんだけしか入ってないです。でも筐体のサイズ大事ですからね。センターで基本はボリューム8にしといて、でこれでプッシュしてもこうどっかがチャキチャキ上がるってことはしない。むしろそっちの方が好きで、変にここで色付けをしたくないとか、とにかく全部が色付けしたくない。でもそうなってくるとこのコンプのオンオフのこの違いはどういうことを求めてオンオフ？気持ちです。もう気持ちだけです。音ちょっとやっぱりコンプかかった音にはなってますからね。もちろんなってます。こうやってスクイーズするんだけども、この何も押さない感じと押した感じが大きな差はあってほしくない。効果は得てるけどサウンドのキャラクターは一緒っていう。そうなんですよ。全部のエフェクターが。もう一回オンの音聞いていいですか？オンの音が
でオフがじゃあコンプからのいわゆるインターフェースに入ってます、はい、でインターフェースももちろんバッファーではなし、はい、でオクタファーズに入ってます。オクタファーズのね色が可愛いんですよねでこれも本当に、はい、ファズとしてはそんなにえぐくない。これがすごい好きな理由はオクタファズになる。こういう使い方はもちろんするけども、はい、基本こいつを踏む時っていうのはちょっと順番が前後しますけども、はい、歪みの時にこれで押す時だけです。歪みの前にファズを入れてファズのこのブーストっていうかのプッシュ役で入れてる。そうなんです。だからそうするとちょっとラットっぽくなるんです。ポワーって言っちゃいました今。そうそのラットもすごい好きで、はい、でも、はいはい、ラットを自分のサウンドっていうか自分の歪みの確認は僕はしなかったんですね、はい、でもどうやったらそのラットっぽいそのちょっとブジュっていう感じ、潰れた感じを今出てます。もう一回聞いていいですかこれもまあこれがまあ普通のこのエフェクターだけの、はい、がさらに押したいときはこうやってこういう風にする。ああなるほど。気分でキャラ変できるっていうか。そうなんですよ。だからこれをボードの中に入れてプログラムしてしまうと自分の好きな時にそこに行けなくなる。その時の感情だったり気持ちだったりでそうオンオフをしたいんですね。こういう風にねしたいがために。パスヤキさんこれちょっと他のギターでもこの音聞いてみるとかいいですよ。でハンバックにするとよりその感じが出ますね。続いてこのまんまスイッチャーに入らずに、はい、この直にこれまあ派手な色だったんで色を塗っただけなんですけど TC のフェーザーです。あ、そうなんですね。まあ全然見えなくなっちゃった。そうこれでも歪みの前にいるんだ。はい、そう歪みの前に入れてます。でこの後にスイッチャーに入ります。ついに来ましたね。はい。クリーンを統括しているのが PS1、PS2 っていうのがクランチになってて、3番がドライブ。なるほど。でこの裏チャンネル、この裏チャンネルってどこからでもこうやっていけるんですけども、どのスイッチからでもこの裏チャンネルに行けるんですけども、それに関しては歪みとコーラスがかかる、いわゆる昔ちょっと AO1 みたいな。これぐらいしか僕組んでないんですよ。クリーンクランチドライブがあれば、あとは手元で例えばドライブもだしクランチもなるし、でクリーンチャンネルにはケンタウルス系のやつが噛むようにしてある。ああそうなんですね。そうなんです。だから足の操作は増えるけどもクリーンを元に何を足すかクランチを元に何を足すかオンオフをしたいから自分が踏める場所に置いてるんです。なるほど。アマチュアの方たちが一番真似しやすいパターンだと思います。これは確かに全体のシステムはだいぶ理解できましたので、ちょっと残りのエフェクター聞いていきたいなと思うんですけども、まずこちらファウンテンいらっしゃいますね。オーバルトーンさんのこれは僕はもう本当にフラクタルでラインで出す時もこれを使ってます。フラクタルの前に入れる。これは完全なクランチとして全開にしたまんまで普通にこれぐらいにする時もあれば全くただ、いいですね。これぐらいのクランチとして使ったりとか。
クランチ担当はファウンテン。そうなんです。次がいきなりもうドライブチャンネルなんですけども、ドライブはサンフィッシュオーディオさんのやつ。ハンバッカーであえてやりますけども、基本的な音はこういう音です。でクリッピングでいろいろモードを変えられるんですね。もうちょっと例えば TS 系のミドルを強くしたいなればこういう音にもあったりとか、同じフレーズをやるとやっぱちょっとこうコントロールが使いたくなっちゃいますね。そうなんです。一番最大にしてこれぐらい。でもこれでも足りないって時があるんですよ。そのためにこのいた出たぞスーパークリーンで押してます。なるほど。これは順番は手前にスーパークリーンがいるんですか？そうです。このループ3番目のループにしかいないです。じゃあサンフィッシュとセットでオンになるんですね。そうなんですよ。なるほど。だから自分がもうこれ以上もうないやって時にこいつをさらに行くぞという時。じゃあそれ言っていいですか？僕ですね、正行さんのこのソロ弾いてる時のアーミングめちゃめちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きで。何がですか？感性のままにアーミングとこうフレージングをこう織り交ぜたなんかそんないいものじゃないけどみんなはねこうやってこういうやつです。そうみんなそうやるじゃないですか。でも正行さんってなんかちょっとなるほどね。下からこうやって上げますからね。あんまり自分ではわからないな。かっこいいです。生で聞けて。いやめちゃめちゃ。じゃあちょっと次行きましょうか。こちらはこれがクリーン全体を押し出してくれるブースターってないの？クリーン全体を押し出すブースター。なるほど。そうするとやっぱいわゆるケンタウルス系ですね。こうやってコンプでこうやって押すこともできるじゃないですか。でもコンプで押した音って好きじゃないんですよ。ちょっとわざとらしくなっちゃう。そうなんです。でもこうやってこれがちょっとクリッピングもされつつ、そうなんです。そこが欲しくてどうしても同じフレーズをこうやって弾くときにもこうやるのか、このポコっていうところで多分僕がすごい P90 が好きだからこの音が欲しい。確かにちょっとぽいですね。P90 っぽい。そう、ミドルがポコンとある帯域だけゴンと持ち上がってる音。これどこに繋がってるんですか？これはループの1に入れてます。1にしか入ってないんですね。そうなんです。どうしても楽器を持ち帰られない時に太い音を出さなきゃいけないとか。今結構キャラクター変わりましたもんね、ギターの。ちょっとできるかな。こうやってっていう風にやらなきゃいけない時にこいつをちょっと P90 みたいなちょっと膨らみが楽器を変えたみたいな感じ。こういうリバーブとか乗せてるとこれがないとすごいこう真ん中が出てこない。本当にこの3シングルの音じゃない。いろんなエフェクター試した中ではこれが一番良かった。なるほど。じゃあ最後に空間系の方にこう行ってみたいなと思うんですけれども、これを弾くにあたってちょっと面白いギターをちょっと持ってきたんで、いいですか？おお、これなんですよ。SE スペシャルですね。最近渡辺克美さんとレスポルトモノ会っていうのをやらせていただいて遊びに行かせていただいた時にまたさっきの小口くんと同じような流れ。やばいんですよ。ごめんなさい。すごい気に入っちゃって。
レスポールよりも気に入っちゃって。ああ、そうなんですね。なかなかね SG っていうと誰を思い浮かべます？今西君のイメージは割とストラトキャスターを弾いてますね。そうですね、そうですね。はい。学生の頃ずっとギブソンだったんですけど。なぜギブソンを使ってました？僕ビーズの松本さん。なるほど。僕実はビーズの松本さんがきっかけでギター始めたんです。ビーズの松本さんは唯一くんづけで呼べますよね。まあちゃんっていやそうですよね。彼はもう昔からの友人ですけど、楽器屋さんに行っても実は SG ってすごいこういつも見てたんです。手に取って弾いたりもするけど、っていうものだったけども、これ弾いた時におお、すごい。いやもう音が可愛いと思う。音が可愛い。そうなんですよ。まずフロントがうわ、なんかいい音ですよね。歴史を感じますね。そう、まさしくね、そういう気持ちになったんですよ。うわ、すっごいいいなこれと思ったんですよ。で、センターにするとでブリッジはブリッジで普通になんかね、自分が子供の頃に好きだった感じが見えたんです。やばいやばいやばい。空間系、まずはプリントに入ってますね。はい。先にリバーブなんですね。そうなんですよ。なんでこれにしたかというと、リバーブの音ももちろんいいんですけども、やっぱりこれなんですよ。これにこの感じが他に出ないんです。この感じがね、これにしか出ないんですよ。ちょっとこう、デラリバ感があるじゃないですか。はい、ありますね。こういう空間系っていくらでもモデリングアンプで綺麗なものは出せるけども、ストライモンってこれにしか出ない音があったんで、やっぱもうじゃあこれを使おうと思って。楽器を弾く楽しみが出るっていうか。ちょっと僕も今まであんまりごめんなさい、ちょっと SG そんなにグッときたことはごめんなさい、あんまなかったんですけど、来ちゃいました。このギターだともうフリントだけで済んじゃうんですよ。わかります。なんかそうですよね。でもディレイを欲しかったんで、アナログマンこれかで、その時で付け替えて。僕このキーリーのハロー、楽器屋さんでこれ僕もディレイ買いに行ってこれ買ったんですよ。ディレイを買いに行きましたか？ディレイ買いに行ったんですよ。ディレイ買いに行って何個か弾かせてもらって、これいいなと思って買って、その後こう SNS で松崎さんのボード見たらあるから、松崎さんも使ってらっしゃると思って。そう、僕ねライブをやっても、これ一発で、それ何かけてるって言われるぐらいいいんですよ。もうこのいわゆる普天のこの感じですよね。なんだろう、もう一発で、本当に僕も楽器屋さんでもうこれにする。いいですよね。これ今リバーブかかってないですからね。そうなんです。これだけなんですよ。もうだからもうこれで全然十分です。しかもこれが何がいいかっていうと、自分がライブで弾いてて、自分の中でちょっと多いかなっていうぐらいかけてしまった時に、前音がすごいドライに聞こえるしい。なんかわかる気がする。ディレイ音とドライ音と原音の一定の距離感があるっていうか、ちょっと多めにディレイ音がかかってても元の原音を食い潰すことはあんまりないというか。そうだからね、なんか一石二鳥ですよね。この辺では本当にこうクランチとかでもってやってるっても、表は割とすごいドライに聞こえてくれてる。でもちゃんと雰囲気はちゃんとここで保たれるというか。
うわー、いやなんか初めに言ってくださったこのボードとあとはこのボリューム、ここのボリュームだとかピックアップの選択でもうほぼほぼ何でもできちゃうっていうのが今こう一通り聞いてめっちゃ思いました。本日はスペシャルゲストギタリスト松崎隆さんでした。どうもありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございます。それでは皆さんまたの動画で。はい、イエーイ